皆さんこんにちは。お城へようこそ。本日もお城巡りにやってまいりました。本日のお城は江戸城です。早速ですがクイズです。徳川家が威信をかけて作り上げた江戸城の天守閣は、豊臣秀吉の作った大阪城の天守閣よりさらに大きかったようです。どのくらい大きかったでしょう？ 1、1.1 倍。2、1.5 倍。3、約2倍。4、約5倍。正解は2の 1.5 倍でした。12世紀初め、関東武士の江戸重次という人物が館を構えました。1457年に扇谷上杉氏の火災であった太田道灌が江戸重次の館跡に江戸城を築城しました。太田道灌が仕えていた上杉氏は扇谷上杉氏です。上杉氏というのは関東関連の家柄で、室町時代の名家ですが、当時は上杉氏は4つに分裂していました。山内上杉家、犬掛上杉家、宅間上杉家、扇谷上杉家の4つです。力を持っていたのは山内上杉家、犬掛上杉家でした。しかし犬掛上杉家は上杉全州の乱で没落します。そのため関東関連の職は山内上杉氏の独占となりました。太田道灌の扇谷上杉氏は山内上杉氏を支持する分家でした。当時、扇谷上杉氏の敵対勢力であった足利成氏の勢力に抵抗するために江戸城を築かれます。扇谷上杉氏は太田道灌の活躍もあり、関東関連を独占していた山内上杉氏の力を凌駕するようになります。主人である上杉貞政は太田道灌が功績を立てたことで主君を軽んじた風があると見ました。また太田道灌も功績が正当に評価されないことに不満を抱くようになります。太田道灌と上杉貞政の間はうまくいかなくなりました。上杉貞政は太田道灌を屋敷に招き暗殺します。太田道灌は入浴して出たところを曽我兵庫という人物に襲われ暗殺されました。江戸城は扇谷上杉氏が城代を置くようになります。城代は曽我豊後守です。その頃、小田原を掌握した北条早雲の子である北条氏綱が江戸城を襲います。北条氏は武蔵の隣の国の相模で急速に力を持ち始めていました。北条氏綱は武蔵への進出の機会を伺っていました。そこで目をつけたのが太田道灌の孫です。名前を太田助隆と言います。当時、なんと太田道灌の孫は扇谷上杉氏に仕えていました。北条氏綱は太田道灌の孫である太田助隆が主である扇谷上杉氏に恨みを持っているはずと考えます。内容工作を進めた結果、太田助隆は北条氏に寝返りました。北条氏は扇谷上杉氏を攻めます。太田助隆は扇谷上杉氏に仕えたまま江戸城の守備をしました。戦いは北条氏有利となり、扇谷上杉氏は敗走。北条氏綱勢が江戸城へたどり着くと、太田助隆は北条氏の軍門に下ります。1524年です。こうして江戸城は北条氏の武蔵上野攻略の拠点となりました。江戸を大きく発展させたのは徳川家康でした。徳川家康はもともと三河の豪族です。次第に勢力を伸ばし、三河、駿河、東方見、甲斐、信濃を領有するようになりました。1590年、当時の関白であった豊臣秀吉が小田原征伐を敢行します。
家康はその時の功績で、今まで領有していた5カ国と交換で、北条氏の給料である関八州を与えられました。そして、秀吉の命令で、江戸を本拠地とすることになりました。秀吉以前、関東の要衝といえば、鎌倉や小田原があります。しかし、秀吉は家康に江戸を拠点とするように進めました。江戸は平原にあるため大都市を築く余地があったようです。さらに湾の奥にあるので波が穏やかで良港を築くことができたようです。さらに関八州の中心部でした。関ヶ原の合戦の後、家康は征夷大将軍に就任しました。1603年です。江戸城を整備するために各地の大名を動員することになりました。江戸城は天下普請です。巨額の工事費を諸大名に背負わせることで、西国の諸大名の財力を削りました。現在の江戸城には天守閣はありません。天守台はあります。天守閣は3回建てられています。徳川家康は本丸の北側に南向きの56階の天守を建てたようです。しかし、家康時代の本丸は規模が小さかったため、現在の天守台より南にあったようです。築城を担当したのは黒田長政でした。1607年に完成しました。二代目将軍の徳川秀忠は、本丸の拡張と天守の再建を行います。北側の堀を埋め立てて、現在の場所に天守台を築いたようです。五重の天守でした。初代天守を解体して建て直したようです。1623年に完成しました。三代目将軍の徳川家光も天守閣を建てています。天守台を改築し、天守も建て替えたようです。建てられた天守は56階の相当型天守でした。高さは45メートル。天守台を含めると58メートルに及びます。姫路城の天守は高さが 31.5 メートルあるので、58メートルは相当の高さです。20階建てのビルと同じぐらいになります。しかしこの天守は明暦の大火で焼失しました。明暦の大火は江戸の3分の2を焼き尽くした大火事です。加賀藩の前田家により天守台は作られました。徳川家光の弟にあたる星名正幸が進言します。被災した人たちの救済と江戸の町の再建が先である。今は天守再建の時にあらず、そのため江戸城の天守閣は再建されませんでした。星野正幸は江戸で炊き出しなどを行い、復興を進めていきました。鳥羽伏見の戦いでは、薩長軍に天皇の旗である錦の旗が上がります。4月4日、薩長軍は朝廷に官軍と認められます。実際のところは今倉智美が偽造し事前に作ったものでしたが、旧幕府軍は賊軍となります。徳川慶喜は大阪から船で江戸へ逃亡します。幕府軍艦奉行の勝海舟は徳川慶喜に直談判します。海軍を使えば勝てる。しかし内乱が起きるので日本は植民地になる。天下国家のための道を取るべきと進言します。徳川慶喜は恭順の意を示し、上野にある寛永寺に退きました。そこへ薩長軍が東海、東西、北陸の山道から江戸へ攻め寄せてきます。江戸は脱出する人で混乱しました。薩長軍の大将である西郷隆盛は江戸城総攻撃を決定します。しかし、勝海舟の求めにより、勝と西郷の会談が2回にわたり開かれました。場所は江戸高輪にある薩摩藩屋敷です。勝海舟は従者を一人連れて臨んだようです。徳川慶喜の除名と水戸への預かり、江戸城の明け渡し、
軍艦武器を引き渡すことでした。実は西郷隆盛が江戸総攻撃の意見を翻すに至るには理由があります。イギリス公使パークスからの圧力でした。標準を表すものに攻撃を加えるのは国際法に反する。パークスからこのような意見を与えられます。徳川家から政権奪取後の諸外国との関係、治安の悪化することなどを踏まえて西郷は江戸総攻撃を断念しました。勝海舟もイギリス公使パークスや彼の秘書官であるアーネスト・サトウと人脈があったため、江戸は火の海とならずに済みました。
回のお城巡りはいかがでしたでしょうか。今後もお城巡り動画を公開していきたいと思います。ぜひ応援よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけるととても嬉しいです。次回のお城巡りは八幡古城です。ぜひご期待ください。